お世話になっております。マサルです。今回はシステムクロックとハードウェアクロックについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄にあるホームページのリンクからご覧ください。今回のテーマはシステムクロックとハードウェアクロックの違いです。早速結論からいきましょう。システムクロックは OS が管理している日時情報、ハードウェアクロックはファームウェアが管理している日時情報です。この2つを覚えるときに丸暗記しようとするとどっちがどっちだかわからなくなってしまいます。なので今回はどうして2つの時刻情報を管理しなくてはいけないのか、その理由も含めてお話ししていきます。理由が分かれば単純に丸暗記するよりもはるかに知識に定着させることができます。それでは始めていきましょう。まずはシステムクロックからお話ししていきます。こちらの問題に挑戦してみてください。 Linux システムのシステムクロックを表示するコマンドは次のうちどれですか？ A、Date、B、クロック、C、カル、D、タイム。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は A、デートコマンドが正解です。正解できましたか？参考までにデートコマンドを実行した結果がこちらです。日付や時間などの日時情報が表示されていますね。これがシステムクロックで管理している日時情報です。ではここからシステムクロックについてお話ししていきます。冒頭でお話ししたようにシステムクロックは OS が管理している日時情報のことです。 OS はシステムクロックを管理しながら現在の日時情報を理解します。先ほど見ていただいたようにデートコマンドでシステムクロックを表示することができます。今回の実行例の場合、水曜日の1月15日0時1分39秒 UTC2025 年という日時情報が管理されています。システムクロックの特徴として OS が起動するときにはハードウェアクロックと同期して OS が動き出すとハードウェアクロックから独立して動くという特徴があります。この説明だけだと何が何だかよくわからないって感じですよね。しかしこれはそんなに難しい話ではありません。機械がシャットダウンしている状態を想像してください。機械がシャットダウンしているということはもちろん OS も起動していない状態です。そうなると OS はシステムクロックを管理することができません。この状態で起動したらどうなるのか想像してみてください。 OS が起動したときシステムクロックを管理していないので今の日時情報が分かりません。人間で例えると朝目が覚めた瞬間に正確な日時情報わからないですよね。そこで我々は時計を見て今の日時情報を把握したりします。 OS の場合時計の役割をしてくれるのがハードウェアクロックです。 OS はハードウェアクロックの情報を見てシステムクロックを同期します。一度同期したらシステムクロックはハードウェアクロックから独立して日時情報を管理していきます。これがシステムクロックの説明です。少しまとめると、システムクロックは OS が管理している日時情報です。そのため OS が起動していないときはシステムクロックが管理できなくなります。なので OS 起動時はハードウェアクロックという別の日時情報を参照して同期します。同期をした後はシステムクロックは独立して日時情報を管理し続けます。ここまでよろしいでしょうか？それでは次にハードウェアクロックについてお話ししていきます。ハードウェアクロックも問題に挑戦してみてください。 Linux システムのハードウェアクロックを表示するコマンドは次のうちどれですか？ A、NTP、B、タイム、C、ハードウェアクロック、D、クロック。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は
C、ハードウェアクロックです。正解できましたか？ではここからもう一つの日時情報、ハードウェアクロックについてお話ししていきます。ハードウェアクロックとはファームウェアが管理している日時情報です。ハードウェアクロックはマザーボードにあるボタン電池から給電して時間を管理しているので、機器が起動をしていない状態でもハードウェアクロックは時間を管理し続けることができます。気持ち余裕がある方は画面の写真を見てみてください。この指の先にある銀色の丸いもの、これがボタン電池です。このボタン電池から給電して日時情報を管理することができるので、シャットダウン状態などは関係なく日時情報を管理することができます。なお、ハードウェアクロックはハードウェアクロックコマンドで確認をすることができます。この例では2024年11月29日5時48分55秒284104ミリ秒と表示されています。プラス00時00分となっていますので、これは UTC を表しています。UTC については最後のおまけトークでお話しします。通常ハードウェアクロックとシステムクロックは同じ日時情報になります。しかし必ず同じ日時情報になるというわけではありません。というのも OS 起動時はシステムクロックとハードウェアクロックが同期をするので、同じ日時情報が設定されるのですが、一度同期した後はそれぞれが独立して時間を管理します。そうなると少しずつ時間がずれていきます。時間がずれてきたとき、どちらが信頼できる時間を持っているのかというと、多くの場合はシステムクロックということになります。なぜならシステムクロックは NTP という別の時刻情報と同期をすることができるからです。NTP というのはネットワークを使って時刻を正確に同期をする仕組みです。代表的な NTP サーバーとして NICT が公開している NTP サーバーがあります。このような NTP サーバーと接続することで正確な日時情報を取得することができます。つまりシステムクロックは NTP を使って正確な日時情報を取得することができるので、信頼性の高い日時情報を管理することができます。一方、ハードウェアクロックは独立して時間を刻み続けているので、時間がずれていってしまいます。なので、システムクロックの正確な日時情報をハードウェアクロックに設定したりすることがあります。システムクロックとハードウェアクロック、そして NTP という仕組みがあるので、日時情報が正確に管理できるということなんですね。それでは今回の内容をまとめていきましょう。今回はシステムクロックとハードウェアクロックの違いについて一緒に勉強しました。システムクロックは OS が管理している日時情報、ハードウェアクロックはファームウェアが管理している日時情報です。この2つをうまく利用してコンピューターが起動中も停止中も日時情報が管理できるようになっています。Linux システムのシステムクロックを表示するコマンド、皆さん覚えましたか？システムクロックはデートコマンドですよね。クロックやタイムと間違いそうですが、システムクロックは時間だけではないですよね。システムクロックは何年何月何日のような情報も管理しているので、デートコマンドと覚えると覚えやすいと思います。そしてもう一問、ハードウェアクロックを表示するコマンドは皆さん覚えてますか？ハードウェアクロックはそのままハードウェアクロックコマンドで表示をすることができます。これは言葉のままなのでそのまま覚えましょう。 OS 起動時には日時情報がわからないので、ハードウェアクロックの情報をシステムクロックに同期します。 OS 起動後は通常 NTP という仕組みを使って正確な日時情報を取得していきます。ハードウェアクロックは独立して動いているので、日時情報がずれてきた場合は信頼性の高いシステムクロックの時刻情報をハードウェアクロックに設定してあげることがあります。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。現在は約150名の方がオンラインコミュニティに参加してくれています。IT の勉強だけではなく、英語を勉強したり、
転職相談をしている方もいたりします。初学者の方、学生さんも参加大歓迎です。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただくとすぐに参加できるようになります。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後におまけトークです。今回は日時情報で覚えておきたい UTC についてお話ししていきます。UTC とはユニバーサルタイムコーディネイティッドの略です。世界中の時計の基準になる時間ですね。地球全体で UTC という一つの基本時刻を共有することで、国や地域に関係なく同じ基準で時刻を扱えるようになります。なお、日本の標準時間は UTC にプラス9時間です。この画像の例では UTC の5時37分なので、9時間足してあげて14時37分が日本の標準時刻です。キラーコードはデフォルトで UTC の時間が表示されるようになっているので、時間がおかしいと思う方もいるかもしれませんが、表示されている時間が UTC ということに注意してください。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。